ただきます。おはようございます。本日の、朝食のメニューですね。580名を想定して、材料を用意しています。お昼は今日は930名、学校がありますので、寮生はお弁当のおかずに入る材料がメニューが載ってます。佐賀県産のものをできるだけ食べていただきたいというこの地産地消のものをできるだけ使うっていうのを取り組みとして行ってますので、お米に関しては 100% 佐賀県産米を使用させてもらってます。搬入されるという形になってて、材料とかはこんな感じで1日に約2100食ほど提供しているので、2100食提供できるぐらいの材料が保管されてます。これでお米を洗っていくんですけど、これが炊飯器になるんですけど。ああ、そういうことなんですね。そうです。何升釜でしたっけ？ 4升ですね。今日は4升を12本。5時に12本炊き上げて、その後はまた、3時間半かけて子どもたちが食事をしに来るので、あとは様子を見ながら、残り4本は炊く予定で、今の時間にも落としておきます。今日の夜の分ですね。これを今から、生で食べてもらうので、次亜油素酸で消毒をしていきます。消毒用の次亜水を作ってるんですけど、これに、5分生野菜をつけて、あと10分流水してから子どもたちに、うちの会社のモットーが安全安心な食事を提供するなので、何か万が一のことがないように。この間でこのまま今日は千切りにするので、千切りの細くしたい、薄めに。
だから一つの食材扱うにも一苦労というか。そうですね、力仕事。力仕事です。はい。なんですごくたくましい女性が多いです。で、これやってる間に次夜の夕食をおかずの方を作っていきますので、はい。生ものを扱うときはラップを必ずかぶせて扱うように調理済みと調理前の区別をするように徹底しています。毎回きちんと洗ってますね。どこにお肉の汁が飛んでいるかわからないので。これがお出汁ですね。ちょっと時間が出汁を出すのにはかかるので、午前中のうちに。5年目ぐらいです。いかがですか、この職場。楽しいですよ。お願いですか。やっぱり子供たちが教えて言ってくれると、やっぱりやりがい感じますね。75度以上1分っていううちのルールがありますので、もう80度超えているので上げていきます。温度計になるんですけど、温度計を刺して、これが10度に下がるまで冷やしていってくれるので、スイッチ入れて。きゅうり冷やしていい。なるほど。もうあれですね、片付けと調理がもう同時進行なんですね。あ、そうですね。はい。メインがブリカツなんですよ。なのでそれのタルタルソースを今から作っていきます。卵のみじん切りをこうやっちゃうとあっという間にできちゃうので。なるほどですね。大量調理ならではですね。
いかがですか、ラグビー部楽しいですか？楽しいです。700から上げていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。4章ですね。だいたい60人分になります。これが今から上げる分だけで12本。なので720人分は最初に炊き上げる。でその後300人分ぐらいあと追っかけるので、まあ多い時で20本ぐらい上がるので、1200人分炊いてます。はい、サルマいいです、素晴らしい。ナイス、今うまかったな。今バックスが今からグラウンド練習で、こっちはウエイトはフォワードが担当するから、今からフォワードがウエイトするって感じです。フォワードが筋トレして。結構下の方。東京都のチームで中学生3年間プレーしてて、それなんでまた佐賀に来ようと思って？なんかまだその時本当に創部2年目とかだったんですけど、でも佐賀工業が今佐賀県の中でめっちゃ強いじゃないですか。46年ぐらい連続で花園出てるみたいな。で監督も山下琴さんめっちゃ素晴らしい方だったんで、自分たちが行って勝つことができたらすごいとか、かっこいいんじゃないかなみたいな。みんな明るくて元気があって、すごいフレンドリーな、チームだと思います。やっぱり彼ら、3年生が花園に行きたいと、そこを目指しているので、彼らの持っているですね、力を最大限に引き出せるように頑張っているところです。寮生が多いので、寮でしっかりとご飯をですね、1日どれぐらい取るっていうのを決めて、で体重が減らないようにってしているので、体が大きいチームじゃないので余計ですね、そういう食事での体作りっていうのは大事だなっていうふうに思ってます。
これが本日のですね。ブリカツとわかめとカニカマの酢の物とご飯とかしわ餅、子供の日なのでとダブ汁です。中の水がさ、ずっとこの角度やん。ずっと出ない。すごっ。何？なんて？おお、来た。行こう。行こう。これです。後ろ。松さん。ええやん。もうちょい足開け。いいよ、ナイス。アッシー。下げ合い。上がってきたぞ。前見ろ。言うやん。しかし地面と平行にしろって、背中をしっかり地面と平行にしろって。こうして。いや、足のあれはいいと思うけど。僕たち体ちっちゃいんで、しっかりその走ったり体力ワークレートで勝つように練習をしてます。結構食べますみんな。そうですね、まあ食べます。1日通して、僕だったら 2020g 朝昼晩あと夜食プラン含めて 2020g は食べるようにしてます。米だけです。米を2キロ。そうですね、3食プラス夜食で合計2キロ。でもみんな超えてるくね、大体。俺も食うけど。おはようございます。場所を距離感をつかんでやってみたらっていう。顔が逃げてる。3本ですか？はい。ラグビーや球部来ると違いますか？やっぱ違いますね。一気に1、2本ぐらい行きたくなっちゃいます。そうです。
指の間を爪の中までしっかりこうやってこれね。いただきます。もう早速大盛りですか。そうですね。これは結構いつも通りな感じよね。ポイントはやっぱりちょっとこう引き詰めて入るようにちゃんと入れる分だけそう入れちゃう。入る分だけ。これがエネルギーになるみたいな。体作り。やらせてください。いただきます。どう？僕はやっぱ野菜を一番最初に食べて、フィッシュファーストいただきます。どうですか。美味しいです。やっぱこれ1杯目です。これ1杯目。すごい。高校1年生。1年生、はい、1年生はまだまだ食べないといけないですよね。マネージャー何年生でしたっけ？3年生。いかがですか？染みますね。調理師さんたち毎日すごい量をちょっと仕込んでらっしゃるんですよ。あ、そうですね。いかがですか？調理師さんに対して。ありがたいです。もう僕はこの1年で体重ご飯食べて10キロ増えてるので、結構ここの重要性を感じてます。いつも僕たちがバランスよく食べれご飯を食べれるように作ってくださってるので、そこはもう毎日感謝してます。美味しいです。めっちゃいつも僕たちのために朝早くから夜遅くまでとても準備していただいたり片付けしていただいたりしてもらってとても感謝しています。どうもありがとうございます。1回の食事でもうすごい満足できる感じなんで、もう毎日の食事がモチベーションになってます。ブリカツをやっぱり白飯が進むでしょこれ。じゃあ箸作ってたっていう。入学したのが多分70ちょっとぐらい、70キロぐらいだったんですけど、今82とか3なんで13キロぐらいです。12とか。そこでしっかり食事とそれから睡眠をしっかりとるようにしてます。1年生です。先輩たち頑張ってますけど、隣の先輩。あ、僕1年生です。1年生。今何キロですか？今57キロぐらいです。57キロ。はい。目指して75ぐらいです。普段醤油かけたりするんですけど、ちょっと今日ないんでふりかける。新平はいつも通り7杯7杯はマストです。7杯はマスト。
みんな何杯目ですか？自分3です。うわ。もう3です。お疲れ様でした。失礼します。すいません、勉強中に。はい。ここ一人部屋なんですね。そうですね、一人部屋です。高校1年生までは4人部屋で、2年生から一人部屋になります。自分で掃除したりはお母さんとかに家にいた時は任せてたんですけど、週1で掃除とかシーツ変えたりして、洗濯物の中で干してて。ご両親のありがたみとかそういうのも分かったりしました？そうですね、分かりますね。やっぱすぐ部屋汚くなるんで、そこの手入れとか、やっぱほんま一番やっぱ洗濯とかは本当に親のありがたみを一番感じるところではあります。大学しっかり進学して、でやっぱもうこの体がボロボロになるまでラグビーやって、でもゆくゆくはもうその世界で戦えるような、世界で戦っていくような人材になりたいと思ってます。ここは自分の部屋です。一人部屋です。失礼します。一人部屋なんでね、自分の時間があるっていうのは本当に嬉しいんで、勉強もしながらゴロゴロしながらみたいな。中学生までは実家の方で生活してたわけでしょ？神奈川県の実家の方でずっと暮らしてて、ここから早稲田栄入れてて、こっち来て寮生活で。いかがですか？親元離れてやってる寮生活。ご飯とか提供されるんであれですけど、洗濯とかはもう全部自分で、あと買い物とかも全部自分でやらなきゃいけないんで、本当親のありがたさが分かったっていうか、その中学までも当たり前だと思ったことが全部自分でやらないといけないみたいな感じになってきてるんで、最初はめっちゃ大変で戸惑いましたけど、だいぶ慣れてきたんでちょっと成長できたのかなっていう、自分今将来の夢っていうのは、ラグビーの指導者をやりたいなっていうのがあって、だから教師として先生やりつつ高校の指導者になりたいなと思ってるんで、高校の指導者としてよく言えばまたこの学校に戻ってこれたらなっていう気持ちもあります。キャプテン早稲田佐賀のラグビー部、今後どういうふうに引っ張っていきたいと思ってます？このチームはまだ創部今年で5期生が入ってきたの、5年目とかで、その上手い選手とかも何人かいますけど、でまだ初心者の選手だったりとか、ラグビー始めて数年の選手がいっぱい多いと思うんで、そこで差がどうしても生まれてしまうんですけど、今の現状としてその上手い選手が初心者の選手とかにプレーとか教えて、でその初心者の選手もめっちゃ質問とかしに来てくれるっていう、非常にいい雰囲気になってるんで、そういういい雰囲気が継続しつつ、選抜に出たとか選抜で勝ったとかで満足するんじゃなくて、もっと高いレベル目指して、まずは今年の目標で花園の出場、佐賀県大会で優勝して花園の出場するっていうのをチームとしても叶えられたらなっていう思いはあります。叶えれそうですか？はい、叶えます。